マテリアルズ愛。年賀状をはじめ、今が1年で最も印刷をする時期かもしれませんね。特定の場所に正確にインクを置いて、原稿通り形を再現していく仕組み。一体どうなっているか考えたことあります？インクが決められた場所にしかつかないように、光や電気、熱の性質を巧みに使って1枚のコピーが完成するんです。今日はコピーの原理をマテリアルズ愛らしくお伝えしましょう。ある装置を用意しました。プラスチックの板に見本のハートと同じ形を描いてみます。ここにトナーというコピー機の粉インクをかけていきます。ハート型が現れました。なぜなんでしょう。先ほどの装置の先端から出ていたのは静電気なんです。プラスチック板を部分的にだけ電気を帯びさせると、その静電気によって粉インクが引き寄せられて形が現れていたんです。元の画像の形に沿って静電気を当てれば全く同じ画像を作ることができる。これこそコピー機がそっくりの画像を描く秘密だったんです。この粉インクの乗ったプラスチックの板、コピーする際の原版になるんです。紙に印刷するまでにはもう少しやることがあります。原版の上に紙をそっと乗せます。インクを紙の方にくっつけるために使うのが熱。紙の上からアイロンを当ててみます。紙を剥がすと、ほら、インクが紙についています。これで元と同じ形を描いた印刷ができました。本当にそうなってるの？と疑ってる人のため、今回は特別にコピー機を分解しながら見てみましょう。まずは元の画像をセットしてコピースタート。いきなりコンセントを抜き、コピー途中で急停止。この状態でコピー機を分解していきます。まずは原版のところ。樹脂のローラーの上にハート型した粉インクの一部が見えました。先ほどのこれと同じ。次は紙にインクを移す段階。熱でやっているんでしょうか。印刷したての紙をサーモカメラで見てみると、やはり熱をかけているようです。実際コピー機の出口を分解してみると、こんな装置が出てきました。このローラー、いかにも紙が通り抜けそうです。そこで電源を接続して温度を確認すると、かなり高温になりました。これがアイロンの代わりをしていたんですね。こうしてコピーが完成していたんです。ところで、プリンターって次々別の図柄を印刷しますよね。同じ原版なのになぜ次々いろんな形を描けるの？これこそ静電気を使うメリットがあるんです。先ほどのハート型の原版、静電気を除去するためにアルミ箔を当てます。すると、ほら、粉インクをかけてもハート型は消えています。静電気が消えてまっさらになった板に別の絵を描けば、今度はその絵を印刷できるというわけです。すぐに除去できる静電気を使っているから、次々来る形にも一瞬で対応できる。コピー機ってすごいですよね。